前橋の開発も今回で7話目か。だいぶ続いてきたな。今回作ったのはここ、前和駅の東口周辺地域だよ。駅ビルと大通りがまさに地方中核都市の風格だな。阪急電車の前和駅も今回でようやくほぼ完成したしね。中心部にふさわしい駅に仕上がってきたよな。今回も、この風景を作るための涙の制作エピソードの数々をお送りするよ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。というわけで前回とは打って変わって、今回は前和駅の東側をメインで開発していくよ。OK。どうやって開発していくよ？まずは線路を西に伸ばして土地を確保。次に廃墟区画を整理して道路を敷き直す。その次に前和駅を作り込んでいく。最後が区画の再開発だな。そういうこと。まずは線路を西へ延伸していこう。ネト丸ができてからかなり線路の敷設が楽になったよな。カーブの半径が表示されるおかげで不自然なカーブを作らなくて良くなったのが大きいね。普通に作るとかなりの急カーブになったりするんだよな。平瀬川鉄橋を挟むように駅も2つ置いておこう。いつも切り身にして申し訳ないしたまには実体の瀬谷駅でも置いてみるか？いいね。とりあえず路線もここまで延長しておくようにしよう。既存の集落からの利用も見込めるしね。OK、線路ができたところで駅付近の開発に入っていくか。ついに駅周辺開発に入るのか。今回でついにこの一番広い廃墟エリアを消滅させるよ。ようやくまともな都市になるのか。この辺は主に繁華街として開発していくよ。いわゆる地方都市の駅前みたいな感じになるのか。そんな感じ。まずは道路を敷き直していこうか。というかこんなに建物ぶっ壊して大丈夫なのか？大丈夫。どうせ廃墟だし。そもそもこの区画の人口はもともと2000人程度。全部壊しても5%に満たないからね。必要な犠牲だよ。なあレイム、一つ質問していいか？以前の動画で駅前にホームレスがいたよな。あれってもしかして、君のような勘のいいガキは嫌いだよ。一方通行だらけになったな。大都市の都市部は大体一方通行だらけになりがちだからね。しかも高度利用地区なので車線制限を無視して高いビルが建ちがち。ここの上はちょっと区画整理したいし引っ越しという概念を軽く覆したな今。よし、では道路ができたところで駅の開発に入っていこう。頼むぜ。まずはホームをいつも通り作っていくよ。親の顔より見た作業だな。今回は駅員が登るお立ち台なんかも作ってみた。京急とかで見かけるやつだな。駅は阪急前和にするよ。私鉄感満載。そして最後に屋根をかぶせる。これはまさか私鉄特有の端までがっつり伸びてる屋根か？その通り。苦節3ヶ月にしてようやく NCR の機能が拡張されてね。道路や線路以外のネットワークも幅を調整できるようになったのか。これで NCR が名実ともにノーコンを上回ったね。めでたい話だ。下の部分は投炭式ホームにしていくよ。往年のターミナル感が出るしバリアフリーになって一石二鳥だな。問題はこの歯ブラシみたいな人の数だよな。明らかにここを描画すると重たくなるもんな。長らく放置していた高架部分も作っていこう。ネト丸の並行敷設モードができてからこの作業が一気に簡単になったな。実装されるまで待っててよかったよ。これがなかったら無限ムーブイット地獄を味わう羽目になったからね。そして空いている三角地には田村駒のビルを配置。このへんてこな形にフィットする場所があるとは正直思わなかったぜ。建物は良いんだけど使いづらいんだよね。これは何のビルにするんだ？阪急電鉄の本社ビルという設定にするよ。まるで最初から阪急電鉄ビルだったかのようになったな。ついでに運輸区の人々が集う詰め所や保線設備も追加していくよ。隣の空き地は阪急グループ会社のビルでも建てよう。だいたいこんな感じかな。間が埋まってちょっと都会的になったな。よし、お次は阪急の駅ビルだね。駅ビルは例によってゼロから組み上げか。こんな敷地にフィットするアセットはないからね。古めの建物を使い回してる設定にしていこうと思う。ひさし部分の微妙に隠しきれてない古さ感。あとはいつもの銅像を作ってこんな感じかな。ようやく駅前広場がこれで全部埋まったな。よし、それじゃあ今度は東口のロータリーを作っていこう。親の顔よりイカ役。今回はバスはバス、タクシーはタクシー専用で作っていくよ。自家用車の世話は後回しってか。手早く作ったところでタイルを張っていこう。この作業が地獄なんだよな。その通り。駅前の大通りがアスファルトってのもさすがにないし、一つ一つ丁寧に作っていかないとね。
点字ブロックも丁寧に設置しよう。マジでこの辺自動化してほしいな。しかもこの規模の駅だとペデストリアンデッキは必須。せっかく埋めたタイルが隠れていく。さらにはエスカレーター、エレベーターも配置。細かいな。そして地獄のフェンス設置。地獄の階あってだいぶ外見が整ってきたな。ちなみに今映ってる新交通らしきものは何なんだぜ？前は駅の最終形態に必要なパーツだよ。なるほど。詳しくは次回の動画をお楽しみに。了解。さて、あとは楽しい装飾の時間だね。ガードの下はこんな感じで居酒屋街にしてみるのはどうだろう。R はこういうの。電車が通るたびにグラスのビールが揺れる。こんなの絶対寝れないとか思うけど2階で店主が暮らしてたりするんだよね。結局は慣れの問題だったりするよな。あとは自家用車対策だね。ロータリーはないけどどうするんだ？一つ目はここに送迎レーンを作る。乗り降り専用であることがわかるように乗降場の看板も置いておこう。休日や平日夕方は溢れ返るんだろうな。あとは駅前に大きめの駐車場を置いたよ。確かに。これだけの駅ビルだと必要だもんな。駐車場の近くはビジネスホテルと飲み屋でも置いていこうか。昼間行くと妙に寂れたエリアね。チェックインして昼寝してから出かけるとめちゃくちゃ人が増えててビビるやつ。駅前一等地にはパチンコ屋もご用意。金がなくなるまで返せんた。エスプリが効いていていいネーミングだね。駅の北側には大型ホテル、そして公共の立体駐車場も用意しておこう。出た、お得意の地下駐車場。これがたくさんある設定にすれば自家用車保有率と駐車場数の矛盾は解決する。収容台数はエラーが発生しました。そしてホテルの隣には駅直結のオフィスビルも設置。ここの持ち主は当然、前はグループだよな。WeWork とか入ってそうだな。ビルの隣には公園も作っておこう。仕事に煮詰まったら自然に癒される上級国民の特権。実際は電車がひっきりなしに通るから結構うるさいと思うよ。水木市長なら喜びそうだな。駅ビルの名前はマイワンに決定。静岡県にありそうな名前のビルだな。これで駅ビル部分は一通り完成。結構でかい駅になったな。それじゃあ建物を植えていこうか。まず、駅前通りは繁華街として作っていくよ。一等地には家電量販店か、駅前あるあるだな。あとは建物を置いていこう。この辺の建物はだいぶ充実してきた感あるよな。そうだね。角地のビルがもう少し増えればとは思うけど、一昔前から言うとだいぶ増えたね。こういう建物を効率的に敷き詰めるにはどうすればいいんだ？基本はFind Itのマス目指定検索で建物を植えていくよ。それでもできる隙間はどうするんだぜ？その時はこいつを置くと便利だね。なるほど。さらにできてしまう空白地帯は、例えば駐車場、例えば稲葉の物置、あとは小屋なんかを置いて対処していくよ。隙間埋めスキルが最終的な完成度を左右しそうだな。大通り沿いにトラックが建物が突っ込むのは、PSP を使って処理していくよ。シネマモードで録画中にトラックが頭を突っ込むのは地味にイラッとするからな。言ってる端からこれだよ。それでは最後に道路を装飾していこう。街に命を吹き込む作業だな。マーキングの漏れを確認していき、樹木を植えて、場所に応じてフェンスを設置。歩道の広い部分には駐輪場も置いておこう。さらに標識も追加。交差点には花壇なんかも設置。ビル屋上には広告も設置。そんな感じで、今日の開発は完了。路頭のディティールアップ作戦の結果が楽しみだぜ。広告の後はいよいよこの区域のお披露目。環球前和駅。環球、JR、新幹線の3つが交差する一大ターミナル駅だね。環球前和駅に隣接する前湾は、環球電鉄と前和市が運営する商業施設。大パと比べると小さい店の種類が多い感じだな。ただ建物が老朽化しているので建て替えの噂もあるらしい。東口は古くからあるターミナル駅という感じにしたよ。奥に見えるのはマリオットホテルと前は中島屋ホテルだね。手前に見えている新交通システムは次回の開発をお楽しみに。東口の前湾は最近リニューアルされて綺麗になった想定だよ。TLC の広島駅に高速道路の防音壁をかぶせて化粧してみました。新幹線側のバスはコールして山岩城方面、こちら側のバスは港やさらに西側へ行くよ。環球電車で前和駅を出るとお宅に優しそうな裏通りを抜けて西へ向かっていくよ。この地区だけで1週間暮らしていけそうだな。同人誌即売会ができそうな会場が欲しくなるね。その手のは海側に建設していくことになりそうだな。駅前からまっすぐ伸びる通りが駅前通り。オフィスと飲食店が混在する前は駅で一番発達したエリアだぜ。
奥に見える赤い交差点は国道2号線との交差点でもある。海側にバイパスができる前は渋滞がひどかったらしい。駅前通りを歩いてみるとこんな感じになるよ。この辺は地名で言うと中通り1丁目。放置自転車対策に数年前に駐輪場がたくさん置かれたんだよな。もともとは道路も4車線あったんだけど交通量が減って歩道が拡幅されたんだよね。そして駅前通りの途中に位置するのが本町中通り商店街。駅前再開発でビルが建ちまくったので客足は若干減ってるらしい。商店街の宿命だし仕方ないな。商店街の名前はサンモール本町中通り。本町町内会と中通り町内会で商店街の名称で揉めたんだよな。通りをさらに進むと国道2号線との交差点になる。正面にあるビルは旧三井住友銀行ビルで、現在は重要文化財申請中。この通りは市役所通りとも言って、次回で市役所も建設するよ。ようやくあのクソ古い市役所から卒業できるのか。駅前通りは吹屋森の交差点でフェリー通りに合流して終了。この辺になるとマンションもだいぶ増えてくるな。この先には阪急電車の西前は駅があるよ。もともと廃墟と工場しかなかったのに発展したな。そしてこちらがフェリー通り。地下に環状線が通ってる上に6車線というウルメニウム様々の幹線道路だよ。横断歩道のないところを渡るな。信号の系統制御の都合上どうしてもここで引っかかりが発生しちゃうのが難点。通りをぶち抜いたせいで左右で発展度合いが違うのも面白いな。この先をまっすぐ行くと環状線とのジャンクション、さらに相模原バイパス方面へ行けるよ。こう見るとかなり風景がガラリと変わったな。そろそろ廃墟の街で押せなくなる程度にはね。観光客数はどんな感じだ？前回よりちょっと増えて241だね。まあ今回は観光というよりは住居だもんな。フェリーターミナルができれば観光客はかなり増えると思うので、次回以降の楽しみだね。次回は新交通システムを整備しながら海の方へ開発範囲を広げていくぜ。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。